リストのサインがある。ベーゼントロが昔のフルコンですね。ピスタチオみたいになってる。なんか鳥肌立った。天井面台ですね。足ですね。これも足ですね。でフレームが1台1個ある。バッグがあって、その他部品を寄せ集めれば1台が作れるんです。おお。何かしらで使いたい方がいらっしゃれば、お譲りします。いつもサンピアン YouTube チャンネルをご視聴いただきありがとうございます。ありがとうございます。今日は長野市内某所怪しいスタジオ怪しいスタジオに来ております。ここは一体何でしょう。弊社の倉庫になります。はい、そこです何が置いてあるんですかね。まだ手入れをする前のピアノのストック場所ですね、基本的にと私物あ、足物もコレクション。2階には置ききれなかったやつがあるってことですね買い取ってきて、大体一体ここに入れてますかね。いや、あんまりその状態が良くなくて、業者さんっていうかそういうところを引き取ってくれるところに出すもの以外か、一回見て判断が必要なものに関してはここに入れていることが多いですね。まあ今日はいろんなピアノが一応調整を待っている状態。ちょっとなんかよくわからないいろんなガチャガチャしたものもたくさんあるのでちょっとそういうのを一つずつ見ていこうかなというところで、一応手を入れて商品化する予定のピアノですもんね。そうです。タイミングはいつかは分かりませんけど、そういったようなものがあるので、今日ここで紹介したものも、もしちょっと気になるっていう方いらっしゃれば、そうですね、早めにやったりとか、はい、そういうことができますね。怪しいところをちょっと、どうしました？なんかちょっと眠くなっちゃった。あ、眠くなっちゃったサイゼリアが効いてきたアレルギーかと思って。違いますよかったじゃあちょっと今日見ていきたいと思います、はい、よろしくお願いしおます。願いします。サンピアン YouTube チャンネル。なんか早速ここにあるこれがちょっと珍しいということで、そうですね、ヤマハのこれ58,569番ナンバー300っていう今の3型の前身、100、200、300っていうのが U123 の前、200ってほとんど見ないですよ。多分あると思うんですけどね。ほう、珍しい、古い。古い、珍しくもないかもしれないですね。それなりにものとしてはあると思います。形がちょっと良さげなので、でこれ多分剥ぐと生地が出る。なので茶色くしたらどうかと思って、普通だったらそのまま出しちゃうところを入れて状態を見てみようと、どう思いますか？ああ、いいんじゃないですか。この人サブタン用のつもりでいたらしいのテンションローギアみたいですからいや、めっちゃメイン。そういえば全然まだローギアだね。一足。でもなんかこれ塗装してあるよね。僕もそう思いました。これ再塗装してるなって、もうここの辺のこの角がボコってしてる。これこういうもんですか？熱くないかなと思って塗装熱いですね再塗装してあるなと思ったんです。してある。そんなに新しくはないけど、なんかなかったかな。バッチリだなんて言っちゃった。った。なんて感じ。あとはまあ基本的にはこの辺のやつは割とオーソドックスな 23H。なんか上越の水族館の匂いがする。これはディアパさんのよくあった 126S っていう。おお、これはなかなかまあ本当にまあ可愛いのケールと多分一緒だよね。まあケールがあるからまあとりあえずやってない。お値段的にはケールよりも安いですね。安い。あ、じゃあ結構安いですね。多分これだと30前半ぐらいですけど。安い。これはおすすめですよ。これが可愛いね。BS。可愛い、なんかこうなるんですよね。木目なやつって。なんか粉なんですかこれ。なんで？わかんない。可愛いこうなる。ほこりじゃなくて違う。自発的に吹いてんですかこれ？なんか塗料の問題なのか。へ割とこうなる傾向にあるんですよ。あとこれも YUX。これまた UX さん。これ YUA。これですよ。これね。そう UX10DL で新しいんですけど、キースが多くて X のがいっぱい木のやつ。X の木目のチッペンです。なんかどうしちゃったのこれ？そうこういうどうしたののが多いので。ウルバリン？ウルバリン？ウルバリン。
だからこういうのをだからね伝統層に出すとあれなんで送料もかかるんですよね、片道運馬なのでそれでちょっと面倒になってほったらかしになっちゃってるんですけど、でもこれは欲しいって人多いですよね、なかなか気が回らなくてそのうち、反対側行きますか。そう空気が良くないねここもあ、なんか可愛い。なんかデザインにこだわりがあるというか。で割と可愛いのこういう小さいシリーズがこういう系が多いですね。こんなこれはまた逆輸入物ですか。あ、どうなんこれだだろう。ったねそういえばね。そうそうそう。ケアイは多分普通のラインナップだと思う。あ、そうですね。ちょっと割と傷が多いので、って言ってさっきと一緒で。本当は強いやつなんですか？いや、つやつやはしてないですよ。まあ今後の考え方じゃないですけど、傷はいいから中がしっかりしてればってお客さんが一定数いるんじゃないかと僕は思うんですけどね。そう。その物価高の中、そうね。ちょっとでも予算を抑えたいけどっていうお客様向けに外装はそのままで。そうね。店長が許さない。店長が自分が許さないオと。プションにしたらいいじゃないですか。そんなことはない。そんなやっぱオプことはない。ションオプション。やんなくていいんだったらそれで。それでいいですけど、まあ、一応基準とするとこのもう土正面のやつはなるべくきれいにしておく。で腰から下みたいなところは多少傷があってもまあある程度見えないようにっていうのと含めて目をつぶるっていうのがなんとなくの基準なので、まあそうは言ってもねいろいろ時代によって変わっていくと思うので、これはよくあるうちでよく見るまあ綺麗。ダブルポケット機能搭載。あーすごい。まあ両面でくっついてるだけですけどね。へそくり入れときますね。へそくり。いやたまーにヤマハの純正の小がついてます。コルクじゃなくて。純正はここをクイッてやると小になる。本当だ。小にするんだから弱音なんていらないでしょっていうことなのかな。あでもそうですねきっとね。小山君がやっちまったやつっていうか小山小山君がやっちまったやつ。やっちまってはないのか。処分代はもらってますから。そう。P ウェルス。ウェルス。蓋重っ。福山ピアノさんが作ってたやつみたいですね。尋常じゃないほど重いんですけど絶対指挟んだらあ、重いかも。不思議などうなってんのこれ。作りですね。ちょっとこうちょん切ってみたいな途中からちょん切ってみる。チャキンってちょん切ってどういう風に作られてるか。だって小山君ちょっと待って5番にしちゃ重いぞ重っ。でしょ。何これ。そんないや普通リアクションすよりるほど重たいか。重いこれは処分したいっていう方が来て、でもう売り物2本ペダルですし、売り物にすることもまずないから、とりあえず処分代を普通にもらって、なんでここにあるかっていうと、もう鍵盤をマグネットとかにあれにしようと思ったんですよ。あった生地倉庫が広いと放置できるっていうちょっとまあ後で動画界でちょっとよく確認してばらせて何かこう加工できるものがあれば二次利用を考えたいなと思います。あとグランドゾーンですね。はい。これはなかなかなんじゃないですか。まあ立てて置いてあるところはよくあるんですけど、立てとくと状態見れないしわからないんですよ。で広いのでもう基本的には起こして、開墾してあります。これ前あったあ、これは長野店にあったプレゼントローカー。リストがなんちゃらかんちゃら。リストのサインがあるやつですね。あれどこに書いてあるんですか？見たことないですね。結局お客さんから預かってるんですよ。まあ知り合いの知り合いの方からお預かりしてて、ベーゼントローカーの昔のフルコンですね。蓋が開いてるの初めて見ました。リストのサインどこですか？これひっくり返りに貼ってあるらしいです。すごい。本物らしいですよ。おいに直接じゃなくてリストのサインを切って貼ったらしい。
しかもなぜかひっくり返る。このピン板がこっちか割れちゃってて起きちゃってるんですよね、チューニングピンが手前に。どうだっけ。年代がめちゃくちゃなんか繊細。このビーって割れちゃって、あ、もう本当だ。調理力全然保てなくなっちチゃっューニングピンがもう浮いちゃってるっていうんですか。なんか割れてますね、しかも。た。そうですね、ピン板も。 6度ぐらいこうなってるはずなんですけど、今大体まっすぐどころか逆にあっち負けちゃってますね。向いちゃまあって頑張れないよってなって。ピン板の交換とか、部分的な補修っていうのをやっぱりしないと使うってなったら使えない、博物館行きっぽいです。もう本来ならば製版とかがよくそういえば預かり品だからよくよく見たこともないんだけど、年代が大丈夫ですか。あれだな、すごい。1800年代でしょうね。直すとなるとまた結構大変な。そうですね、あと多分今のピッチにはできないんじゃないですかね。多分440は耐えられないと思う、このフレームじゃ。なので微妙に下げるかも半音なのか、どっちかですよね。そっか、フレームの役割なんですね、これね。フレームですね。フレームね、昔のフレーム。そうですね。すごい。鋳物が多分まだしっかり作れなかった頃ってことですよね。すごいな一応曲にはなりますね。聞けるところはある一応。これはビアパソなんですよ。これか。はい。ほら変でしょ。あとそう日焼けしてるはずの方が赤いって謎じゃない。確かに。合うんだよね、赤い。日焼けして赤くなるってどういうことこれもちょっと外装どうしようってところになってて、色焼けが気になりますね。でやっぱ弦も結構サビサビルンルンなので、なかなかですね。これはやっぱり結露系のはい。冬場の結露ですよね。でも大橋デザインチューニングピンがやばい。はい、これは完全に結露です。すげえ。ピスタチオみたいになってる。なんかピスタチオどっちにしろ弦は変える予定。そうだからね、これは塗装した方がいいのかな。そしていいじゃないですか。いやお金かかりますね。最近上がったからね。どうしようでもこのままっていうわけにはやっぱりいかないですよね。これはオプションってわけにいかない。この動画を見てくださってる皆さんのご意見もちょっと聞いてみたいところではそうですね。ありますね。確かに色は結構はっきりと違いが、このままでもいいという方は連絡ください。お早めにこれはどうしよう、もう出そうってしちゃったもんだけど、ただ珍しいから一応多分お客さんが途中で塗ったんだと思う。その噂の塗りつぶしワインレッド。三つ星ワインレッド。なんかすごい。なんというかココアみたいな色ですね。内側まで綺麗に塗ってくれてあるんですよ。これがもっとこんなに内側まで塗ってなければ外だけ塗装して木目にして売ってもと思ったんですけど、フレームまで上げないと多分ここの色は落ちないから、中途半端なことになっちゃうんで。いやすごいなこれ。これ多分ハゲは木目になる製版だと思うんですよね。これフレームも一回誰かがやっちゃって色消えちゃってるんですよ。製版消えちゃってるんですが、すごい色だな。 92583 古いですね。簡単に取れるんですね。ネジ今取っちゃった。ネジ取っちゃった。インシュと同じ色？いい人多分塗ったんじゃないかな。そういうこと。すごい。一般の多分これてましたね。これはだからそう遠くないうちにこれはもう出してしまう予定です。現状でいいから欲しいなんていう人がいれば、すぐ連絡もらえれば間に合うやもしれません。これは重い時代のやつですね。本当に言われている時代の可愛い。これも
し感があるな。重いのかどうか。わかんないけど、これで確かにこれではカンパネラとか弾きたくないかもしれない。まあ河合のグラウンドは今探してる方もいるかもしれないんで、そうですね。まあケージだと比較的お安く出せるんですけど調減するので、これ言うだろうため息できた。めまいとため息が。できることなら忘れていたいと。そうですね。15ですね。おう、ちょっと大これきい。はそのどうしたんですか？ちょっと時間があったので、さっきの剥がれてるやつあもう取ってもう1年ぐらい前にもうすでにやってあるんです。ここだけ。わお、カビルンルン。やばい。おお、なかなか芳醇な。鳥肌立った。現状で安く出したらっていう話になってたんだけど、それでいいと思います変わらず。ちょっと音をじゃあ。深いをイメージして弾きました一応現状でいいんじゃないかっていう判断でとりあえず終わったやつですね。このサイズ置ける人には結構いいんじゃないですかね。このサイズ置けたらいいですね。お安いですもんね。これは G3 だ。ここが G3、比較的新しい G3、3本の G3 です。 G が多いですね。まあ G の方が多いですからね。これはザ・ヤマハサウンド。まともな音がしますね。ここにある割に。そうですね、めちゃくちゃいい感じ。すごい。このまま持ってってもいい感じで。これが今のところピアノの在庫はい。ですかね。在庫はこれがはい。全てですが、はい。お楽しみがここから。お楽しみがですね。お楽しみなんだ、そんなに。小林店長なんか親父のハードすごい感じだ。どうしたらいい？これですよ。はい、ここにある瓦礫の山。これなんでしょう。これこそ本当に毎週届くじゃないですか。あれだ。蓋のとこだ。口棒ですね。鍵穴がついてる。鍵穴がついてる。これなんだろう。なんでこんなのがあるんですか？これは下袖かな。なんで？これは鍵盤押さえかな。譜面台ですね。足ですね。これも足ですね。何の？ヤフオク。ヤフオクで買ったの？違う。売るの？これ屋根。前の屋根。これペダルの。おお。なんでこんなことになってるんですか？小林ピアノ作るんですか？いや違うんです。これの3倍ぐらいあったやつをもらったんです。個人的に。これまあいわゆるバッグですね。これ響板すら貼り込んでない。どうするんですか？それを聞きますか？コレクションの血が騒いじゃったんだ。いやこれはコレクションじゃなくて群馬の人がこれを持ってた人が亡くなっちゃったのか、急に言われると、違うな、倉庫片付けるのに誰かもらってくれそうな人いないかって言われてすぐ連絡もらって、いるかっていうのが、こんな量ね想像しなかったんですよ。ああ、そうなんですね。運送屋の2トンのトラックがサスついてたんです下化石祭だったんじゃないかって思うぐらいの量、この3倍なんでねあって、なんじゃこれってなってでいろいろあって減って今3分の1くらいになったんです。少年野球で燃やされたんでしたっけ？そう巻きされてそれも面白い話ですけど。そうなんですか。ちょっととある友達ですね、友達ん家に置かしてって言って、置かしてもらったんです。
そしたら邪魔だからって言って徐々に巻きにされてた。あで減ってこの量ですね。これ鍵盤蓋ですね。あうんどこなんですか、どこ製のやつだとかなんて書いてリッペンバッハ。海外のある。いや日本ですね。日本なのでこれ鍵盤が残ってます。ほでフレームが1台1個ある。これしかし一番の作れないものなので、これがあって1台生きてるバッグがあって、その他部品を寄せ集めればアクションだけないんですけど、まあアクションは別に作ろうと思えば作れるので、1台は作れるんですよ。うおー。すごい。ちょっとこれはねいろいろ掃除しないと。オリジナルピアノってことですか。まあそれはまあ老後って言っても多分もう人生何回かやらないと終わらないレベルの宿題になってるので。なんだもう一から組み立てる企画があるかと思いました。それまでねやってらんないっすわ。で何が言いたいかというとあってもしょうがないんですよね。巻きにするしかないようなね、こんなのまで持っててもあのように持っていったってしょうがないので断られますよきっと。サンズの皮渡してくんないと。化石祭です。なのである程度こちらでは取っておくものもあるとして何かしらで使いたい方がいらっしゃれば有料でお譲りします。譜面台なんか何本まあ現状っていうことだけご理解いただいて、塗装の練習にしてもらってもいいし。そうですね、譜面台だけで20個ぐらいあるので。足とかだってもしかしたらなんかちょっとした家具の DIY するのに良さそう。足で使いたいとか。足って少ないよね。あっちにあるよね。だから木も悪くないんだよね全体的に。なので別のものに使ってもらってもそう乾ききってるとまあ、思うので、別のものにしか使わないと思いますけどおそらく寿司ネタ乗っけてさ。それが下駄ですよね。響板もあるんですよね。4つですね。 4つ。ただちょっと管理が悪いせいで響板が割れてますね。あただコマピンもついてねえや。ピントあるからフレーム入れてレーザーで真ん中取って印して打てば多分打てると思う。やろうと思えば。この辺もじゃあもし本当に引き取りたいって方がいらっしゃったらどうぞ。取り出喜んで楽々火災便で送れないことはないと思います。ただ数万はするのは覚悟してください。取りに来た方がいいですね。長野観光に来た。まあこんだけあるんで見て選んだ方がいいと思いますよ。一番いいのだけはちょっと外させてもらいますけど、じゃあまあこれに関してはまあ多少、残しておくものは残すけども、もしかしたらじゃあベースに出せるもの、梱包できるようなものはベースに出して、それ以外のものはご連絡をいただきたいというところですかね。はい、はい、改めてどうですか。店長の収集癖がすごいな。ちょっと思いました。おぞましい。まあでも今回こうやって動画に出しますので、欲しいって方いると思うんですよ。ただ持っててもしょうがない。ただ持っててもしょうがないっていうのが納得しちゃうというか確かにね。2階のピアノはまあ直せば使えるものなんであれですけど、ここにあるに関してはちょっと本当にわからないようなものなんで、ちょっと販売方法等々は考えますし、何が出るかはちょっとまだわかりませんけど、またご紹介します。今日紹介したグランドピアノ、アップライトピアノは、いずれ商品にしますので、優先順位、低いのでここにあるわけですから、ちょっとこれはっていうのがあったら、早めにご連絡をいただいて、先にこう回す感じですかね。もう来ないですね、きっとね。はい、ということで今回はサンピアンの走行ツアーということでお送りしました。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。